教会のオルガンを弾こうとするウサギ、一方で騎士が巨大なカタツムリと戦い、裸の男がお尻でトランペットを吹く。リスゲの筆で上質皮紙や洋皮紙に修道僧、修道女や職人たちが描いたこれらの奇抜な絵は、中世のとても貴重な本の余白を埋めています。これらの挿絵は異なる物語を本文と同じくらい豊かに語っています。挿絵はさまざまな装飾写本に現れ、装飾された本の宗教的内容をより強調しています。例えば、自らの針毛で果物を取ろうとするハリネズミは信仰の果実を盗む悪魔の象徴かもしれませんし、人類の罪を償うキリストかもしれません。中世の伝説では、狩人がユニコーンを捕まえられるのは処女の膝に角を乗せた時のみで、ユニコーンが性的な誘惑を象徴しているか、キリストが敵に捕まることを表しているのかもしれません。一方、ウサギは性欲に溺れやすい人間の性質を表し、欠点があるにもかかわらず聖なる音楽を作ることで汚名返上を試みているのかもしれません。これらの引用のすべては、他の芸術や伝承においては中世ヨーロッパではよく知られていたのでしょう。数百年の時を経て謎がより深まったものもあります。今となっては、騎士がカタツムリと戦うというありふれたモチーフの意味や、騎士がいつも敗勢になる理由は誰にもよく分かりません。カタツムリが最強の騎士さえも倒すということは、死の不可避性の象徴かもしれません。あるいは謙遜と騎士が自尊心を抑える必要性を表現しているのかもしれません。装飾写本の多くは宗教的または古典的な文章の写しで、製本者たちは挿絵に自らのアイデアや意見を取り込みました。例えば、お尻のチューバはおそらく本文に書かれた行動に対する批判や皮肉にひねりを加えたものを手短に表現したものでしょう。挿絵は攻撃的な政治論評にも使用されます。スミスフィールド教皇教令集には教会法と刑罰が詳しく書かれています。しかし余白にはガチョウによって首をつられる狐の絵があり、強力な権力者に対する一般市民の反乱をほのめかしています。大年代記では、マシュー・パリスが当時のスキャンダルを要約し、ウェールズのグリフィン王子がロンドン島から転落死したことを述べています。パリスが書いた通り、王子が落ちたのだと信じる人もいれば、突き落とされたと考えた人たちもいました。彼は自分の考えを余白に使って、王子がベッドのシーツから作ったロープで脱出しようとした際に落下する様子を描いています。一部の余白にはより個人的な内容の物語もあります。ラットレル教の詩編、ジェフリー・ラットレル教が依頼した聖詩や祈りの本には、若い女性が髪を整え、若い男性が網で鳥を捕まえる絵があります。頭の剃られた部分が生え始めているということは、自らの務めを怠っている聖職者であることを示唆しています。これは家族のスキャンダル、若い聖職者がジェフリーの娘エリザベスと駆け落ちしたことを示唆しているのです。おそらく一家の精神的指導者が本に書き入れたもので、欠点を依頼人に思い起こさせ、精神的に成長することを促しています。写本に自らのことすら描いている画家もいます。クリスティーヌ・ド・ピザンの作品集の巻頭を飾る絵には、ド・ピザンがフランスの女王に本を送る様子が描かれています。女王はド・ピザンの以前の作品に痛く感動し、自分用の本を依頼したのです。王族からの支援により、ド・ピザンはパリで出版社を立ち上げることができました。装飾写本の伝統は1000年以上続きました。本は個人や組織によってさまざまな目的、個人向けのお祈り書、教会向けの祈祷書、教本や戦場に持ち込むお守りとして制作されました。さまざまな写本の共通点は、余白にある小さく巧妙な絵が中世の画家の心へと通じるユニークな窓だということです。歴史を学ぶのがお好きなら、ぜひこのチャンネルに登録してください。過去の教訓は今私たちが直面している問題の解決に役立つかもしれません。